皆さんこんにちは、ミニマルです。以前アップした動画、超初心者向け誰でも必ず上手くなる90秒ドローイングのすすめがおかげさまでたくさんの視聴者様にご視聴いただき、私のチャンネルでは一番再生回数が多い動画となりました。すごく参考になった、やってみよう、やってみたなどポジティブな意見が多かったですが、最初からうまい、初心者は心が折れる動画、ある程度の人体の知識が必要では、あなたみたいに書けない、時間が足りない、うまいから30日後もあまり変わってない、参考にならないなどネガティブな意見も少なからずありました。そう言われると確かに初心者向けではなかったのかなと思ってしまいます。まとめると、ある程度の知識がないと、そしてうまくないとドローイング練習ができないということになります。前提として筋肉や骨の知識がないとスタートラインにも立てないのではという悩みですよね。私はなるほどここがつまずきポイントなんだと気づきました。ドローイング練習、筋肉や骨など人体の知識、どちらを先に始めるか、やっぱり知識が先かな。私の考えですが、その答えは順番としてはどっちでもいいです。なぜなら筋肉を勉強するだけでは知識が身につかないということです。筋肉が英単語帳ならドローイングは英会話です。筋肉の勉強を終えてからだといつまで経っても絵を描き始められないと思いませんか？解剖学の勉強と一緒にドローイングもやった方がどちらも習得が早くなる。実践と座学の両方をやったら完璧。走りながら学ぶということです。私はドローイング練習の後には描いた絵を見返したり、気になった筋肉を調べてみたりしていました。その点については言葉足らずだったかもしれません。なのでこの動画を見てもらえると、前回の動画が超初心者向けとした理由も理解してもらえるかと思います。いや、そう思ってもらえたらいいなと願っています。なんか偉そうに言ってるように感じるかもしれませんが、安心してください。うまく見えるかもしれませんが、私自身も最初からはできてないです。この動画を見てもらってドローイング練習の意義に気づいてもらえれば、私の1日目が30日目に比べてできてないなぁとわかると思います。それではここからは前回の動画ではあまり触れなかった初心者向けのおすすめの書き方を解説していきます。ドローイング、いわゆるクロッキーを全くやってない、慣れていない人は90秒ではなくむしろ30秒で書くことをおすすめします。30秒なんてあっという間で無理無理という声が聞こえてきそうですが、そうなんです。普通に書いたら無理です。時間がないのでシンプルに書くしかないんです。そこで棒人間です。具体的に今から書いてみますが、この書き方に慣れてきたら今度は秒数を増やしていけばいいです。1体30秒なので10体書いても5分しかかかりません。圧倒的に気軽な練習時間です。それでは実際に書いてみますね。まず頭は丸で書きます。どちらを向いているかわかるように十字にパースラインを引いておきます。首の向きを書いて、肩の向きは左右でどっちが高いかわかるようにします。体の中心に正中線を描いていきます。胸の長さと腹筋の長さ、腹筋はへそから下を分けます。胸と腰の塊をざっくりと描きます。足の流れ、長さと向きを描きます。足は三角なので省略して描きます。指まで描く時間はないです。腕の流れ、肩の位置を丸で決めて長さと向きを書きます。手は省略です。同じく指は書きません。できました。赤線でポイントを書いてみます。胸の塊と腹筋。腹筋は2つに分けて境目におへそがあります。見上げた顔や見下ろした顔が分かるようにパースラインを引いておきます。腹筋を腰の位置で2つに割って境目にへそがあります。足や腕は長さと向きが分かるように書ければ十分です。背後からの場合はこうです。頭は丸、やはりどっちを向いているか分かるように後頭部や耳の位置にラインを書いておきます。首の向きを書いて、肩の向きはどっちが高いか。正中線はこのひし形の僧帽筋が終わるあたりと腰までに分けます。胸の塊をざっくりと書いて、腰のラインはどっちが高いか。お尻の塊をざっくりと書いて、足の流れ、長さと向きを書きます。足は三角で省略。
腕の流れも同じように長さと向きを書きます。肩の関節は丸にしたら分かりやすいです。座ってる場合も基本は同じです。絶対にこうしてほしいわけではないですが、私のやり方を例として見せるのが分かりやすいと思いました。自分なりにアレンジしてください。いくつか30秒で書いたものをご覧ください。ポイントは体の流れを意識して長さと向きだけ書いていくことです。体の構造、どこまでどんな風に曲がるのか、自然な体の動きを覚えていくために書いていきます。なので棒人間で書ければ十分です。ムキムキの人がたまに出てきますが、難しかったら無視してもいいです。最初に書こうと思ってた頭が見えないよという時もよくありますが、とりあえず書けるところを気にせず書いていってください。余裕があればこのように肉付けしてもいいです。どうですか？これならできそうな気がしてきませんか？何回か練習してみて慣れてきたら満を持して90秒に挑戦してみます。30秒で棒人間が書けるということは、あと60秒で詳細が追加できるということなので、ペース配分が分かってきます。そして筋肉を書く時間ができたら、書き終わった後に見返して気になったところを少しずつ勉強していきます。Pinterest という画像収集サイトで人体と検索するといろいろ出てくるのでおすすめです。私がいつもやっているのはこんな感じです。腕や足の筋肉は8の字や S 字になってるなとか、鎖骨の下から肩の筋肉が始まるんだとか、私もやってみて気づいたことがたくさんありました。つまりドローイング練習を通じて頭に入ってきた情報です。難しく考える必要はなくて、気になったところを見るだけでいいです。背中、ひし形に僧帽筋が伸びていて、ちょうど真ん中あたりにもひし形に出っ張った骨が露出している部分があります。筋肉の名前なんかも覚えなきゃいけないなんてこともないです。今こうやって説明するのに便利なので使っていますが、私も調べながら喋っているので全部頭に入っているわけではないです。腰のあたりは Y 字にあたりを書いてお尻を書くと良いです。脇の下から広背筋がお尻の割れ目につながっていて、脇腹との境目がくびれになります。骨盤に乗っていて、脇腹の外腹斜筋は回り込んでお腹につながっています。僧帽筋と三角筋の下に肩甲骨から伸びる筋肉があり、極下筋、ちょっと漢字が難しくて読めませんが、上腕の肩へとつながっています。腹筋は3つの部分に分けるのが書いていて良さそうだと思いました。2つ目の境目におへそがありまして、ここ全体が腹直筋、いわゆるシックスパックと言われる部分です。実際にはさらに外腹斜筋で覆われているみたいです。太ももは外側から内側への流れるラインがあって、大腿四頭筋や内転筋と呼ばれています。後ろ側は縦に割れていて、いわゆるハムストリングスと言われる部分になります。膝下のふくらはぎは外側の膨らみが内側より高く、ふくらはぎも後ろから見ると2つに分かれています。くるぶしはふくらはぎと逆に内側の方が高いです。お尻を抱えるように筋が伸びて、足に続く筋もあります。太ももの筋肉は膝裏で分かれてひし形のくぼみができています。この辺りは実際に書くときには省略してハの字にするといいかもしれません。とこのように上から下まで解説したので長くなっちゃいましたが、最初に言ったように自分が気になった部分だけを毎日少しずつ勉強すればいいだけです。一度で覚えられるとも限らないし、何度か復習と練習を行ったり来たりすると脳みそに定着するかもしれません。棒人間で30秒、慣れたら90秒で詳細を書く。書いたら見返してできなかった部分を調べる。次はそれを活かしていく。その繰り返しで必ず結果が出ます。学校のテストや受験勉強ではないので、自分のペースで適当にやってくださいね。最後に私が大事だと思っていることをお伝えして終わります。この書き方を続けたらドローイングが上手くなるだけではと思った人はいませんか？ある意味そうです。でももうちょっと考えてみると、この早書き練習は90秒以内に模写できたがゴールではないですよね。何度か言いましたが、一つは人体の構造を理解、ついでに筋肉の形も覚える。構造が分かってくると、今まで書けなかった構図でも書けるし、悩む時間も減ります。気に入ったグラビアとかイラストを模写するのも早くなります。
時間ができるので表情や仕草など表現力を高めたりと、もっと大事な部分にこだわることができるということです。このドローイング練習で得た早書き技術は使って初めて意味があるものになると思います。得た技術を使って表現することこそがゴールです。最初に戻りますが、私の絵がうまいと言ってくださるのはすごくありがたいです。でももっとうまい人はたくさんいますよね。だから私自身も皆さんと同じく今よりもっと絵がうまくなりたいです。すごく絵がうまい人はレベルが高すぎて逆に参考にならないことってありませんか？なのでまあまあうまい、ちょっぴりうまい、ある程度のレベルがある、手が届きそうな私の動画を見てできることを見つけてもらえたらと思います。絵が上手くなりたい皆さん頑張りましょう。私も頑張ります。以上で今回の動画は終わりです。どうですか？少しでも参考になる部分がありましたでしょうか？役に立ったら高評価ボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。コメントもしていただけますと今後の励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画で。